ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ナンバーアイロミジュリ、こちらを聞いて歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ今回のナンバーアイのロミジュリなんですけれども、2025年5月の19日にですね、ナンバーアイ公式 YouTube チャンネルにて公開されていました。すごくね、この空いてしまった2ヶ月間何していたんだろうっていうふうに思ってしまいました。ただ気づいたからにはですね、最優先でナンバーアイの楽曲の歌声分析動画公開していきたいと思いますので、アイリーズの皆さんどうぞよろしくお願いします。で、今回のロミジュリをきっかけにですね、他の3曲、アイドッグ、フリスコ、サイコ、この3曲もですね、順次歌声分析動画を公開していきます。できればあと1週間以内にですね、全曲公開したいなというふうに思っておりますので、ぜひね、チェックしていただけたらなというふうに思います。そして今回ロミジュリをですね、歌声分析したわけですけれども、やっぱりナンバーアイは最高ですね。歌声の進化がですね、えげつないと思いました。こんな表現力を持っていたのかっていうふうにびっくりした部分もありましたし、こんな歌声も持っていたのかっていうふうに同じくびっくりした歌声もあって、ナンバーアイの努力の背景がですね、今回も感じることができて、僕はね、ものすごく感動してしまいました。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そして今回のこの動画でつるさんのボーカルルームで公開しているナンバーアイの歌声分析動画初めて見たよっていう方はですね、概要欄にですね、今まで公開したナンバーアイの歌声分析動画をまとめた再生リストというものの URL が貼ってあります。今回の動画でですね、他の曲の歌声分析動画も興味を持っていただいた方はですね、ぜひその再生リストの URL から飛んで他の楽曲の歌声分析動画もチェックしていただけたらなというふうに思います。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速ナンバーアイロミジュリ歌声分析 GO!いや、かっこいいね。この雰囲気たまらないですね。すごく心地いいビート感を感じる雰囲気。最高ですね。さすが神宮寺さんのプロデュース楽曲。で、若干音楽ジャンル的にはファンク的な要素も入ってるかなっていうふうに思うんですよね。ギターのポッ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 ポみたいな感じの音。あれはですね、ギターの音を変化させるエフェクターっていうものが使われてます。ちょっと難しい話になるんですけど、ワウっていう音色なんですよ。その名の通り、ギターの音がワウワウって言ってるような音に変化するエフェクターなんですけど、この音僕大好きなんですよね。続きいきますよ。うわー、この手拍子の感じ。うわ、今のリズム聞きましたか？なんかすごく複雑なリズムを刻んでるポイントがあったんですけど、いや、こういうテクニカルなリズムパターンもプロデュースしている神宮寺さんの音楽知識半端ないですね。すいません、歌の前なのにすごく止めてしまって。いや、これね、音楽知ってる人からすると、イントロの段階で相当興味をそそられる雰囲気ですよ。次いきますよ。ほら、こういうとことか。ごめんなさい。テンションが上がってまた止めてしまいましたけど、今のところもですね、複雑なリズムパターンが入ってましたよね。で、出だしは平野さん始まりなんですかね。行ってみましょう。いやー、相変わらずかっこいい低音ですよね。で、曲全体がこう弾んだビートじゃないですか。
ここにですね、的確にラップのリズムを当てはめていってるような、すごくリズムに忠実なラップですよね。で、声の出し方もですね、平野さんのこの低音の声ってすごく特殊な声の出し方なんですよ。胸腔共鳴と言われる声の太さだったり声の厚さを表現する声を響かせるポイントをメインで使ってるんですけど、その声をですね、鼻に入れるんですよね。鼻に入れることによって低音部分がさらに強調されてすごくかっこいい声になってくるんですけど、平野さんその声の出し方で低音出してるんですよね。で、この声の出し方をするとものすごく低い声まで出すことができるんですよ。例えば普通の声の出し方だとこのぐらいが限界なんですけど、僕先ほど言った胸をしっかり響かせてその声を鼻に入れる声の出し方に変更するとみたいなすごく低い音が出るようになるんですよね。これをですね、平野さん使ってますね。もう一回聞いてみましょうか。心地いいリズム感ですよね。で、さらに言うとですね、全体的にうっすら一つ一つの音を切るテクニック、スタッカート、これも入れてるんですよね。スタッカートを使うからこそ、この弾んだリズムがさらに強調されるっていう歌声につながってるんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。で、今のパートは神宮寺さんかな。で、神宮寺さんはですね、先ほど平野さんの時に言った胸の響きも使っているんですけど、どちらかというと声の音色を整える鼻の中の空間、鼻腔共鳴、こちらのですね、声の響きが強いかなっていうふうに思います。でもしっかり胸も使っているので、男らしいかっこよさも表現されている中の甘さっていうね、最高の声ですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいですね。若干シャウトボイスっぽいビリビリしたようなニュアンスも入ってますよね。シャウトボイスっていうのはララララみたいなこうビリビリした感じの声のことなんですけど、ここにある仮声帯っていう器官をですね、使いながら声を出すんですよね。わかりやすい説明の仕方をすると、咳払いのこの声の出し方でラップを歌うというか、そういうテクニック、神宮寺さん使ってると思います。次いきますよ。さすがですよね。鼻中心の声の出し方だと思う。さっき言った鼻腔共鳴のことですね。鼻をメインで使う歌い手っていうのはやっぱり個性的な声質の方が多いですね。鼻の使い方がですね、めちゃくちゃうまい。そしてものすごく滑舌がいいですよね。あんなに速いフレーズなのに言葉がすごく聞き取りやすい。歌の実力半端ないです。もう一回聞いてみましょう。すごすぎて笑っちゃいますよね。で、今のポイント、息継ぎなしで一息で歌ってるんですよ。もう息のコントロール力もですね、抜群ですし、いや本当にね、歌の基礎力がものすごいレベルなんだと思います。日頃からものすごい量のトレーニングをやってるんじゃないかなっていうふうに推測します。素晴らしい。次いきますよ。ここのポイントの平野さんの歌はですね、先ほど言ったスタッカート、こちらをですね、ものすごく強調して使ってますよね。宇宙空間突破とか、朝から口論勃発とか、この韻踏んでるところなんですけど、ここでものすごいスタッカートを強調してるんですよ。で、夜には握ってるゴッパって言ってるんですけど、このゴッパっていうのは何かっていうと、マイクの種類ですね。多分世界中で一番有名なマイクだと思うんですけど、シュアーっていうメーカーから出ている58っていうマイクがあるんですけど、それを通称ゴッパって言うんですよね。だから夜にはマイクを握って歌っているっていうことを言っているんだと思います。もう一回聞いてみましょう。ね。夜には握ってるゴッパってところ、マイクですね。いや、この音の切り方がえぐいですね。めちゃくちゃかっこいい。
で、ここまで音をスパッと切るためには、歌的にはどういう風なアクションをすればいいかっていうと、息を止めるんですよね。ちっちゃい「つ」を入れます。これが音楽的には休符になるんですけど、この休符があった後の音がですね、アクセントって言われる強い音になるので、その部分がね、めちゃくちゃ強調されてかっこいいんですよね。最高ですね。次いきますよ。あ、神宮寺さんの歌声なんですけど、なんかパワーアップしたような気がするんですけど、そう思ってるのは僕だけですかね。すごいビート感が効いてるし、でも声はすごくふわっとした雰囲気を表現してるんですよ。この表現、今まで神宮寺さん使ってなかったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。僕のね、勉強不足だったら大変申し訳ないんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほら、なるほどね。声はすごくふわっと出してるんですけど、言葉の子音の強さだったり、スタッカート、あとは休符ですね。こちらの使い方をものすごく強調して歌ってるんですね。だから優しい雰囲気と力強い雰囲気がこう混ざったような歌声が作り出されてるっていうことなんですね。なるほどね。素晴らしい表現です。次いきますよ。いや、先ほど言った神宮寺さんの歌が進化してる最大のポイントはこの休符だったりスタッカートの使い方じゃないかなっていうふうに思います。いや、めちゃくちゃかっこいいですよね。こういったリズム的な歌の技術っていうのはボイストレーニングではなかなか習得できる部分ではないので、いや、神宮寺さんもものすごい歌練習したんじゃないかなっていうふうに思います。いやー、ナンバーアイ最高ですね。次いきますよ。いいね。こうやっぱり岸くんの声って聞いてる人たちを笑顔にさせてくれる魅力ありますよね。歌でメッセージだったり気持ちをしっかりと伝えてくれるっていう感じがします。もう一回聞いてみましょう。いいね。で、こちらの声はですね、先ほどの岸くんパートよりもさらに鼻の成分をですね、強調した声の出し方になってます。歌声に鼻声の要素が出てくるまで声を鼻に入れて歌っているっていうかね、そういった声の出し方使ってるんですけど、鼻の声を増やしすぎると声のコントロール力っていうのが下がるんですよね、一般的には。体に力が入りやすいような声の使い方になってしまうんですけど、完璧にコントロールした素晴らしい声だなっていうふうに思います。次いきますよ。うわ、おしゃれ。かっこいいですね、サビ。ここで平野さんのメインメロディーに対してオクターブ下で同じメロディーを歌ってるパートがありますよね。オクターブっていうのはドレミファソラシドの上のドと下のドのこの音関係をオクターブって言うんですけど、このパート割りが使われてるフレーズが出てくると声の雰囲気がですね、すごく透き通ったような雰囲気がしてきて、おしゃれ感がこうね倍増するんですよね。このおしゃれなサビのメロディーとオクターブのおしゃれな感じがですね、すごくマッチしてる綺麗なポイントかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。このね追っかけで入ってるラップ的なフレーズもかっこいいですよね。いや、もうアレンジも素晴らしすぎますよね。とことんまでかっこいいを追求したアレンジっていうか、それでいておしゃれなんですよ。いや、僕はこういう雰囲気の楽曲大好きですね。次いきますよ。これオクターブ下は岸くんが B メロの終わりからそのまま担当してんのかな。
なんか声の低音の響きが岸くんっぽいかなっていうふうに思ったんですけど、間違ってたらごめんなさい。アイリーズの皆さん、またコメントの方でね、フォロー解説の方お願いしたいんですけれども、こうサビって言ったら、ハモるっていうのが一般的だと思うんですけど、ずっとこのオクターブをキープしたまま進んでいくっていうこのシンプルイズベストな感じがですね、最高にかっこいいなって思います。で、平野さんのこのサビの高音も以前よりもキラキラしたきらびやかな成分がさらにこう増幅したような気がするんですよね。で、このサビのポイントの平野さんの声の出し方も鼻だったり頭の響き、頭部共鳴っていった響きが多く使われているんですよ。で、鼻は先ほど言ったように声質を整えたり、声の音色を作り上げるポイント。で、頭の頭部共鳴、英語ではヘッドボイスって言うんですけど、こちらの響きはですね、声にキラキラした成分をですね、プラスするポイントなんですよね。このヘッドボイスの響きも習得するのってめちゃくちゃ難しいんですけど、平野さん完璧にですね、ヘッドボイスの響きコントロールしてサビ歌ってますよ。やっぱりナンバーアイの練習量は半端ないんだなってね、今ね、再認識しましたね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、すごくキラキラした感じの声ですよね。いやー、最高ですね。そういえば少し前に、三宅くんのライブ配信の切り抜きかなんかを見たんですけど、その時に言ってたのが、いや、2B アーティストの子たちものすごい練習してると。で、特にナンバーアイのメンバーはものすごい練習してるって言ってたんですよね。いや、以前からナンバーアイの皆さんはものすごい練習してるなっていうふうに思ったんですけど、この声の進化を聞いてですね、想像をはるかに超えた練習量なんだなっていうふうに思いました。最高すぎますね。次行きますよ。うわ、かっこいい。超かっこいい。神宮寺さんの今回のポジションっていうか役割は荒々しい感じの男らしさを表現するっていう感じなんですかね。少し前までの僕の中の神宮寺さんのイメージはクールでおしゃれで綺麗系っていうイメージだったんですけど、今回のロミジュリはですね、僕のイメージしていた神宮寺さんのスタイルをですね、いい意味で全部ぶち壊してくれたなっていうふうに思います。めちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。やばいね。やっぱり子音のアタック感がですね、めちゃくちゃ強くなってるんですよね。いやー、これはやばすぎますね。ほんとかっこいいです。次いきますよ。いいね。で、神宮寺さんからまた平野さんに戻るっていう感じか。で、平野さんは今回、どちらかと言ったら綺麗な感じで歌うっていうポジションなんですかね。すごく歌声綺麗ですよね。先ほど言った鼻腔共鳴とヘッドボイスの使い方が影響してるんですけど、もう一回聞いてみましょう。最高ですね。最高すぎてニヤニヤが止まらないですね。多分ね、同じ思いをしたアイリーズの方たくさんいると思うんですけど、ロミジュリほんと素晴らしい曲ですね。次いきますよ。今の2フレーズぐらいかな。岸さんが歌ってからの平野さんのラップにつながるポイントかな。いや、本当に岸さんのラップのこの速いフレーズなのに、言葉が一つ一つすごくはっきりと聞こえるっていうのは、ものすごいテクニックだと思うんですよ。普通こんなはっきり聞こえないと思うんですよね。本当に一言一言を緻密に研究して発音をしてみて、この発音は聞こえる、この発音だと聞こえないとか、そういうふうに研究してこのラップを作り上げたんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。じゃないとこんなはっきりと言葉が聞き取れるラップは完成しないと思うんですよね。もう一回聞いてみましょう。最後、うえーのここのところだけ、ちょっと声の出し方を変えてるんですよね。
ラップのところは鼻中心だったんですけど、最後の上、ここだけ鼻プラス胸っていう感じの響きにしてるんですよね。ちょっと男らしいセクシーな感じの声を使ってるんですけど、この一音だけセクシーさを表現するっていう細かい表現力も岸さんならではかなっていうふうに思います。素晴らしい。次いきますよ。あ、いいね。短めにパートチェンジするっていうのもスピード感があってかっこいいですよね。で、平野さんがサビではすごくキラキラした声を使っていたのに、ラップになると低音でめちゃくちゃ男らしい声に変化する。このギャップたまんないですね。で、岸くんのラップもですね、1番の時の声の使い方よりも、2番の方が太い声を使ってるんですよね。さっきの上の時の声の出し方に近い発声方法でラップを歌ってるというか、いや、この雰囲気の変わり具合がたまらないですね。もう一回平野さんから岸くんのつながり聞いてみましょうか。ほらほらほら。鼻の声は1番と同じぐらい強調してるんですけど、そこにプラスして胸の響きを使うことによって特徴的な声質プラス男らしい声っていう風な音色をですねチョイスして岸さん歌ってるんですよね。ほんと細かいところまでコントロールして歌声作ってますよね。本当にすごいですね、岸さん。次いきますよ。いいね。で、神宮寺さんの声もやっぱり1番と違う声を使っていますよね。で、ここの神宮寺さんの声のポイントはですね、口の中の空間、口腔共鳴という部分をメインで使っています。普段話す時とかによく使う声を響かせるポイントなんですけど、こちらをメインで使うとですね、日常生活で会話の時に使う声の雰囲気が強調されます。プラス、言葉がですね、クリアに聞こえてくるというか、そういった特徴があるんですけど、若干なんですけど、神宮寺さんのフレーズ、語りかけてくれてるような雰囲気を感じることができる声の音色を使ってます。で、その後の平野さんの歌声なんですけど、さっき岸さんの時に説明した鼻の声プラス胸。この声の響きバランスで歌っていますね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。神宮寺さんのポイント、さっきの僕の説明を聞いてから聞くと、ラップなんだけど、語りみたいなニュアンス感じませんでしたか？こういう雰囲気がしてくると、歌詞の世界観だったり、メッセージ性がすごく伝わってくるような気がして、僕ね、こういう声大好きなんですよね。で、後半の平野さんの男らしいんだけど甘い感じの声で2番の A メロが締めくくられるっていうね、最高の流れですね、2番も。次いきますよ。タラッタタラッタタみたいな感じのこのバウンド感最高にかっこよくないですか？このバウンド感もですね、前半に説明したちっちゃいつ、休符のですね、使い方がこの弾んだ感じを生んでるんですけど、この声でこのビートたまらないですよね。次いきますよ。うわ今の前半の岸さんの声やばくないですか？すごく個性大爆発の声質っていうかね。で、ここではあえて言葉を濁した感じで歌ってんのかな。先ほどまでは一言一言がいい意味でクリアすぎるほどクリアだったのに対して、ここの部分はすごく声をよく聞きたいっていう気持ちになるような発音の仕方を使っていたかなっていうふうに思います。で、その後の神宮寺さんの、僕のね、神宮寺さんの声の中で一番好きなこの綺麗でおしゃれな声質。このつながりもかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。いや、いい。かっこよすぎる。いやー、ナンバーやっぱりかっこよすぎますね。
もう表現がですね、宝の宝庫なんですよ。これ前もね、なんかの動画で言ったと思うんですけど、歌声の表現のですね、宝箱を開けた時みたいな、そして開けた瞬間にキラキラしたものがたくさんブワッとこうね、舞い上がってくるような、そんな雰囲気をですね、ナンバーアイの曲からは毎回感じるんですよね。曲が進めば進むほど、いろんな表現だったり、いろんな声が溢れてくるっていうね。一曲に対してここまで魅力を詰め込んでるアーティストっていうのはなかなかいないと思うんですよ、僕は。だからね、ナンバーアイはすごいなっていうふうに思います。次いきますよ。今の声は平野さんですか？多分平野さんだと思うんですけど、またね、今まで聞いたことがないような声を使ってますよね。ここで平野さんはですね、航空共鳴中心の声を使ってるんですけど、航空共鳴中心っていうか、もうほぼ航空共鳴の響きしか使ってないんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。で、歌っていうのは、例えば今みたいに口を中心で歌おうと思っても、自然と胸だったり鼻も少しは響いてしまうもんなんですけど、でも今の平野さんの声っていうのは、本当にほぼ口なんですよね。この声の出し方すごいですよ。声の自然な響き方を自分でコントロールして一つのところに集中させてるってことですから、自然の流れをこう崩して声を作ってるっていうかね。いや、これはすごい。もう一回聞いてみましょう。超かっこいいこの声。で、このね、いい意味でだるい感じの雰囲気。これもね、かっこいいですよね。すごくクールな感じがして。いや、もうほんとね、ごちそうさまですって感じですね。かっこよすぎて。次いきますよ。今前半部分ものすごいおしゃれな音を使っていたの分かりますか？で、平野さんの音はゴーゴーだと思うんですけど、低い方のパートの音の2つ目の音がですね、すごくおしゃれな感じで移動したんですよね。ごめんなさいね、僕ね、昔コーラスでプロ活動をしていたので、こういうおしゃれなハモり方すごく興味を持っちゃうんですよ。もう一回聞いてみましょう。ほら、ゴーゴーみたいな感じで2つ目の音が下がってるんですよね。ここものすごいおしゃれですね。で、1番はこのハモり方してなかったと思うんですよ。2番のこのポイントでしか聞けないこのおしゃれなハーモニー最高ですね。ごめんなさい、短めで止めてしまって。次いきますよ。神宮寺さんのこのワイルドな感じの言葉の発音、皆さん今聞きましたか？てかね、皆さんは多分何回も何回も聞いてるとは思うんですけど、めちゃくちゃかっこいい発音の仕方を使ってましたよね、神宮寺さん。で、そのかっこいい発音の仕方、プラス鼻の響きを声に混ぜることによって、かっこいいんだけど甘いっていうね、感じの声に仕上げてますよね。もう一回聞いてみましょう。いやー、最高すぎますね。てか、ものすごい表現の幅が広がってますよね。少し前の段階でもものすごい表現力だなっていうふうに思っていたんですけど、ここに来てさらに幅広い表現力を見せつけてくれるナンバーアイ。素晴らしすぎますね。次いきますよ。この声はキスさんかな？間違ってたらごめんなさい。キスさんかなって思うんですよね。鼻に抜けてる声の音色だったり、この声のね、ふわっとした安定感。僕はね、キスさんだっていう風に予想するんですけど、で、声もね、もちろん素晴らしいんですけど、このリズムの余裕のある感じがね、たまらないですよね。こう、ゆったり聴けるっていうかね。曲のね、このゆったりとしたビート感にすごくマッチした歌声なんじゃないかなっていう風に思います。もう一回聴いてみましょう。かっこいいですよね。こう安定感がありすぎて、
もうね、全体をこうね、包んでくれるような、そういう安心感があります。次いきますよ。はい。かっこいい。うわーみたいなね。うわーじゃなくて、うわーみたいな、すごくね、難しいフェイクを使ってるんですよ。今ね、最後のワンポイントなんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、最後のところがすごく細かいね、R&B 的なフェイクが入ってるんですけど、こういうの僕大好きですね。超かっこいい。次いきますよ。かっこいいね。音が上がってもしっかりと胸の響きをキープしているので、声が太いまま高い音を歌ってるんですよね。今の平野さんのパートなんですけど、高い音域でも太い声質をキープするってすごく難しいんですよね。やり方としては胸の響き、胸腔共鳴、この響きがですね、音域が上がっても減らさない。これなんですけど、これがね、史上最強に難しいんですけど、平野さん、それをやってる声をですね、使って今のところ歌ってます。いやー、素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。続くのところ、ここがね、すごい。で、前半は低い声でシャウトボイスを使ってますよね。前半のいかつい低い男らしい声をキープしたまま高いところまでその声をつないでいるっていうね、ものすごいポイントでした。次いきますよ。なんか今平野さんの声を聞いて思ったんですけど、岸さんの声は全体的にこう少年のようなあどけなさがある感じの声質ですよね。で、平野さんがすごく太くて男らしい大人な感じの声っていうか、ここのサビで年齢的な登場人物の違いっていうのを表現したんじゃないかなっていうふうにね、僕ねちょっと思いました。見当外れなことを言ってたら申し訳ないんですけど、そういう風に感じ取ってしまうぐらい、声質のキャラクターのギャップの幅が大きすぎて、すごくなんか頭の中でイメージが湧いちゃったんです。いや、素晴らしいですね。次行きますよ。ここで神宮寺さんになるんですね。やっぱり神宮寺さんのこの声すごく綺麗でですね、この上品さが僕大好きですね。でも綺麗なだけじゃなくてしっかりとパワーのある声を使っているので、感情が心に届いてくるっていうかね、もう一回聞いてみましょう。いいね。癒されますよね、神宮寺さんのこの声。素晴らしい。次いきますよ。なんか神宮寺さんのこの美しい歌声のバックでサックスか何かがねこう鳴ってるんですけど、そのサックスのフレーズと神宮寺さんの歌声のこの絡み最高にかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。サックスじゃなくてトランペットかな。音域高いですもんね。多分トランペットか。すいません、サックスとか言っちゃって。サックスだとね、もうちょっと音が太くて、もうちょっと低い音域を演奏してるとは思うんですけど、今のはね、高い音域を演奏していたので、多分ね、トランペットですね。次いきますよ。いいね。この声、この声。もうなんか岸さんって言ったらこの声かなっていうふうに思って、やっぱりこう鼻の使い方を強調した岸さんの声、プラス全体的に音を切るんですよね。割と強めにスタッカートを入れるっていうか、僕がナンバーアイの曲を初めて聞いた時、稲妻だったかな。その時に岸さんのね、この声を聞いて度肝を抜かれたのを、毎回この声を聞くと思い出すんですよね。もう一回聞いてみましょう。いいね。いやー、嬉しくなっちゃいますね、岸さんのこの声を聞くと。僕がナンバーアイにハマった曲がですね、稲妻ですから。毎回それをね、岸さんはこの声で僕に思い出させてくれるんですよね。いやー、嬉しいですね。次いきますよ。
柔らかい。いいね。お、とっとっていう風にね、音がこう途切れましたね。サビの終わりのね、雰囲気にびっくりしてしまいましたけど、今の神宮寺さんのポイントですよね。神宮寺さんの一瞬だけ裏声にこうふわっと抜いたところの雰囲気がめちゃくちゃおしゃれでしたよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、かっこいいね。この裏声にふわっと抜いた感じがね。ナンバーアイのロミジュリ、最高にかっこよかったです。以上、ナンバーアイロミジュリ歌声分析はここで終了です。いや、素晴らしすぎましたね。曲はね、全体的にものすごいおしゃれなんですけど、歌声で感情の起伏を一曲通して表現してるっていうか、激しいところもあれば優しいところもあり、温かいところもあり、もういろんな要素が兼ね添えられた楽曲、それがロミジュリなんじゃないかなっていうふうに思います。まだね、他の3曲も順次歌声分析動画公開していきますので、ぜひ皆さんまた見に来ていただけたらなというふうに思います。これからもナンバーアイ全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。